こんにちは。Python VTuber のサプーです。今日は Pandas っていうライブラリについて解説していきたいと思います。表形式のデータを加工したり、データを分析するときとかに Pandas を使うととっても便利なので、ぜひ最後まで見てみてください。ちなみに、話したい内容を全部話すとかなり長い動画になりそうだったので、今回のこの Pandas については2本の動画で分けてアップしますね。このチャンネルは無料の Python プログラミングスクールっていうコンセプトで Python に関する情報を発信しているので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。まず、Pandas ってどういうライブラリかっていうと、データの分析に特化したライブラリで、表形式のデータを扱うときによく使われるライブラリです。表形式のデータっていうのは、例えばこんな感じのデータです。この例だと、佐藤さんの名前、年齢、住所、血液型。斉藤さんの名前、年齢、住所、血液型。こんな風に表になっているデータで、そのままの意味ですね。表形式のデータっていうと、皆さん Excel データとか CSV データを思い浮かべませんでしたか？ Excel ファイルにもいろんな使い方がありますが、こんな感じで表形式でデータを管理したりしますよね。CSV データっていうのは、間幕切りのデータで、ソフトウェア開発ではよく使われるデータ形式です。ファイル名の最後の部分、拡張子が .csv になっているファイルで、一番上の行が列の名前になっていることが多いです。こういったデータを Python でそのまま表形式で扱いたいとき、そんな時に Pandas はとっても便利なんです。例えばさっきのデータの例だと、この表の中のデータで年齢が20歳以上の人の名前を知りたいって時とか、血液型が O 型の人が全部で何人いるのかってことを調べたいって時とかに、パンダスを使うとサクッと簡単にわかっちゃうんですよね。で、パンダスの実際の書き方を説明する前に、データフレームっていうものとシリーズっていうものについて解説します。データフレームは、表形式のデータを表すことができるクラス、オブジェクトのことです。つまり、表形式データのオブジェクトってことですね。で、データフレームには、カラムって言われる、その列を示す何か値を設定する必要があります。例えば、この例だと、このデータフレームのカラムは、名前、年齢、住所、血液型になります。そしてデータフレームには、それぞれの行を示す値、インデックスが存在します。インデックスは特に指定していない場合、一番先頭の行を0として、1、2、3って順に数値が振られていきます。次にシリーズについて説明します。データフレームがカラムとインデックスで表される2次元のデータであったのに対して、シリーズは1次元のデータを表すクラス、オブジェクトになります。シリーズはインデックスを持っていて、データフレームと同じで特にインデックスを指定していない場合は、一番初めのデータを0として、1、2、3って順番に数値が振られます。データフレームのインデックスもシリーズのインデックスも数値じゃなくちゃいけないってわけじゃなくて、文字列でも問題はありません。また、1位、つまりユニークである必要もないので、例えば、こんなインデックスが振られていても問題はありません。では、実際にどうやってデータフレームやシリーズを扱っていくのかっていうのを説明していくんですが、Pandas を使うには事前にインストールが必要なので、まだインストールしてないよって人は、pip install pandas で事前にインストールをしておいてください。早速データフレームのオブジェクトを作っていこうと思うんですが、実はデータフレームっていろんな作り方があるんですよね。一番オーソドックスで分かりやすいかなって思う作り方を説明しますね。この下にある表形式のデータをデータフレームとして作ろうと思います。import pandas as pd で pd っていう略称をつけておきます。pd.dataframe でデータフレームオブジェクトを作成するんですが、この中に波括弧をつけてカラム名、コロン、リストで一つの列を作ります。例えば、この表形式のデータの名前の列のデータを作ろうと思ったら、pd.dataframe 括弧で波括弧名前コロンで角括弧佐藤、斉藤、鈴木。こんな感じになります。さらに年齢の列も作ろうと思ったら、この名前の列の後ろにカンマをつけて、また名前コロン角括弧21、30、18。こんな風に列を追加していきます。
この表形式のデータのすべての列を表現しようと思ったら、こんな感じになりますね。どうでしょう？イメージできましたかね？さっきも言ったように、インデックスを何も指定しないと、上から順に0、1、2って振られるんですが、あえてインデックスを指定しようと思ったら、この波括弧の後ろに、カンマインデックスイコールインデックスのリストを指定します。例えば、こんな風にインデックスを指定すると、佐藤さんのインデックスが i-1、斉藤さんのインデックスが i-2、鈴木さんのインデックスは i-3 になります。次にシリーズの作り方を説明します。先ほどと同じようにパンダスをインポートして pd.series カッコで、カッコの中にシリーズのデータをリストで指定します。例えば、こんなシリーズのデータを作成しようと思ったら、pd.series カッコカッコ佐藤、斉藤、鈴木。こんな感じです。こちらもインデックスは自動で0から1つずつ増える形で振られるんですが、あえて指定したい場合は、カンマインデックスイコールインデックスのリストを指定します。で、このデータフレームとシリーズなんですが、実はデータフレームのある一列を切り取るとシリーズを作ることができて、ある行を切り取ってもシリーズを作ることができます。このやり方は後で詳しく説明しますね。逆に言うと、シリーズを横に結合していってもデータフレームができるし、シリーズを縦に結合していってもデータフレームができるんです。どうでしょう？データフレームとシリーズの関係についてもイメージができましたかね？でもデータフレームとかシリーズとかデータ作るのなんか一つずつデータを打ち込まなくちゃいけなくてちょっと面倒そうだなーって思いませんでしたか？実はこんな感じでコード上でデータフレームやシリーズを作るのってあんまりないかなって思っていて、どちらかっていうとファイルから読み込んだデータでデータフレームを作るのが多いと思います。なので、まず Excel ファイルからデータフレームを作成する方法を説明しますね。さっきと同じように Pandas をインポートしたら pd.readExcel で引数に Excel ファイルのパスを指定します。例えば、この Python ファイルと同じフォルダーに User Data っていう名前の Excel ファイルがあったら、こんな感じで指定します。で、この戻り値がデータフレームになるので、df っていう変数に代入します。この User Data っていう Excel ファイルには、こんな感じのデータが入力されていたとした場合、この df っていう変数に代入されたデータフレームには、そのデータに対応したデータフレームが代入されます。で、もしもデータフレームのインデックスをこの Excel ファイルの中の UserID の列にしたいなって思ったら、ReadExcel のインデックスカラムで引数に UserID、こんな感じでインデックスにするカラム名を指定します。そうすると DF に代入されたデータフレームのインデックスは UserID になります。もしも Excel ファイルの1枚目のシートではないシートのデータを読み込みたかったら、シートネームイコールシート名を指定してあげます。Excel ファイルの読み込みは OpenPyExcel で使った方法を過去の動画の中で説明したんですが、OpenPyExcel の読み込みよりも Pandas のデータの読み込みの方が簡単だし、表のまま扱えるからだいぶ楽な感じがしませんか？まだデータフレームに対する操作を説明していないので、便利さが十分に伝わってないかもしれませんが、この後の説明でデータフレームの操作を知ったら、Excel 内の表形式のデータを扱うのにデータフレームってすごい便利だなーって驚くと思います。まだ読み込み部分だけですが、ちょっと実際に Excel ファイルからデータを読み込んでデータフレームを作成してみましょう。今、この Python ファイルと同じフォルダーの中に User Data っていう Excel ファイルがあります。これを開いてみると、こんな感じのデータになっていて、表形式のデータがあります。このユーザーデータの Excel ファイルを ReadExcel で読み込んで df っていう変数に代入してプリントするっていうだけのコードを動かしてみようと思います。これを実行すると、ちゃんと Excel ファイルのデータがすべてこのデータフレームに入ってますよね。たった1行で全部のデータを読み取れちゃうからすごい便利ですよね。ちなみにこのデータフレーム、Python の標準出力よりも以前に紹介したコラボラトリーや Jupyter ノートブックといったノートブック形式の環境の方がデータフレームが見やすいので、
この動画のこの後の実演では、Jupyter ノートブックを使って Python のコードを解説していきますね。Jupyter ノートブックを使うには、pip install Jupyter ノートブックで、まずライブラリをインストールして、で、インストールが終わったら、Jupyter ノートブックっていう入力して、これを実行すると、こんな感じで Web ブラウザーが立ち上がって、こんなページが表示されます。で、このページは Jupyter ノートブックっていうコマンドを打ち込んだカレントディレクトリにいる状態になります。なので、この状態で右上の New っていうところの Python3 っていうのを選択すると、新しいノートブックが作成されます。で、この新しいノートブックの使い方は、ほとんどコラボラトリーと同じなので、この Jupyter ノートブックの操作がよくわからないなって人は、ぜひコラボラトリーの動画を見てみてください。ちょっと文字が小さくなりそうだったので拡大表示しました。この Read Excel の部分はさっきと一緒なんですが、プリント文じゃなくてディスプレイっていうのを使ってデータフレームを表示させてみます。こうすると Jupyter ノートブックで結構綺麗にデータフレームが表示できます。これを実際に動かしてみると、こんな風に表示できました。インデックスとカラムとそれぞれのデータが表示されていますね。どうでしょう？ Python の標準出力よりも結構綺麗に見えると思いませんか？次は CSV ファイルを読み込んでデータフレームを作成する方法を解説します。pd.readcsv で引数に CSV のファイルのパスを指定してあげます。なので、こんな感じになります。こちらもインデックスカラムで、インデックスに指定するカラムの指定をすることができます。この動画では、Excel と CSV ファイルの読み込みだけ紹介しましたが、Pandas では Excel、CSV 以外にも JSON データ、XML データ、Pickle データ、さらには HTML のデータを読み込むこともできるんです。それでは今度はデータフレームに対する操作について説明していきますね。まず、データフレームの特定の列や行を抽出する方法を解説します。列や行を抽出する方法もいくつかやり方があるんですが、今回紹介するのは、インデックスの値のリストとカラム名のリストを使ったロックを使った方法と、行の位置の番号と列の位置の番号を指定する iLock を使った方法です。まず、ロックから詳しく説明すると、例えば tf っていう変数にこういったデータフレームが代入されていたとします。ロック各括弧の一つ目には、インデックスの値のリストで、カンマを加えて、カラム名のリストを指定したら良いので、例えば、インデックスが001と002と003の行と、名前と年齢の列のデータだけを抽出したいなって思ったら、df.log 各括弧001、002、003のリストと、カンマ、名前、年齢のリスト。こんな風に書きます。もしも、インデックスが001、002、003の行の全部の列を抽出したいって思ったら、tf.log 各括弧001、002、003のリスト、カンマ、コロン。こういう風に書いたら、全部の列を抽出することができます。同じように、名前と年齢の全部の行を抽出したいって思ったら、df.log 各括弧コロンで、カンマ、名前と年齢のリスト。こういう風に指定してあげると、名前と年齢の全部の行が抽出できます。コロンは全部っていう意味じゃなくて、範囲を指定していて、コロンの左側に抽出したい範囲の開始の値、右側に抽出したい範囲の終了の値を設定するものになります。なので df.log001 コロン003で名前コロン住所でやると、今日は001から003、列は名前から住所、この範囲のデータを抽出することができます。コロンの左側に何も書かなかったら最初からっていう意味で、コロンの右側に何も書かなかったら最後までっていう意味なので、コロンの右側も左側も何も書かなかったら最初から最後までっていう意味だから、コロン一つだけだと全部の列や行が取得できたんですね。ちなみにこのロックを使っても df っていう変数に代入されているデータフレーム自身が変わるわけじゃなくて、あくまで抽出、フィルタリングしているだけなので、もしもこのデータフレームからあるデータだけを抽出して新しいデータフレームを作りたいなって思ったら df new イコール
df.log ほにゃらら。こんな感じで抽出したものを変数に代入してあげると、新しくデータフレーム df_new っていうのが作成できます。続いて iLock ですが、iLock はカラム名やインデックスの値じゃなくて、列と行の位置の番号を指定します。先頭、この表だと一番左の列の位置が0、次が1、次が2、こんな感じです。インデックスも一番上の行の位置が0、次が1、次が2、こんな感じです。あとはさっきのロックと同じで、例えば、行の1の番号が2と3、列の1の番号が1と2のデータを抽出したかったら、つまりこの黄色い部分を抽出したかったら、df.ilock 各括弧2と3のリスト、1と2のリスト、こんな感じで抽出できます。コロンの使い方もロックで説明したのと全く同じなので説明は省略しますね。ロックと iLock、ちょっと名前が似ててややこしいので使うときは気をつけてください。では実際に動かしてこの抽出についても確認してみましょう。さっき使ったユーザーデータのデータフレームをそのまま使っていこうと思います。この中から例えばこの1行目と3行目のデータの中のユーザー ID と住所を取得しようと思ったら df ロック各括弧0と3のリスト、ユーザー ID と住所のリスト、こんな風にしてこれを実行してみると、ちゃんと佐藤さんと田中さんの行のユーザー ID と住所が取得できましたね。今度はユーザー ID と住所の全部の行を取得しようと思ったら、ここをセミコロンにしてあげればいいので、これをもう一度実行してみると、ちゃんとユーザー ID と住所の全部の行が取得できました。実は特定の列だけを抽出するのは df 各括弧カラム名のリストでもできて、こっちの方が短いし書きやすいしよく使われているような気がします。例えば df 各括弧名前と年齢のリスト。こんな風に書くと名前と年齢の列を抽出したことになります。さらに df 各括弧カラム名っていう風にやると、そのカラムで切り取ったシリーズを作ることもできます。df 各括弧名前ってやると、名前の列のデータで作った一次元データ、シリーズが作れるっていうことです。これらの書き方は後々の説明で使うのでぜひ覚えておいてください。ただ、ロックや iLock の方が抽出の表現の幅が広いので、ロック、iLock、こちらを先に紹介しました。次はデータフレームからある条件を満たすデータだけを抽出するっていう方法について説明します。ある条件でデータを抽出する仕方は、主にクエリーを使った方法とブールインデックスを使った方法があります。ブールインデックスを使った方法の方がよく使われているかなって思うので、この動画ではブールインデックスを使った条件抽出の方法を説明しますね。で、ブールインデックスって何かっていうと、文字通り true か false だけで表したインデックスのことです。データフレームからどうやってこのブールインデックスを作るかっていうと、例えばこのデータフレームで20歳以上であるっていう条件に対して各行に true か false を割り振りたかったら df 各括弧年齢山括弧イコール20、こんな風に書くと true true false true、 こんなシリーズが取得できます。これがブールインデックスです。ブールインデックスって言われていても、この df っていうデータフレームのインデックスが書き換わるわけじゃなくて、各行に対して true か false を割り当てている繰り返しオブジェクトが取得できるっていうことですね。で、このブールインデックスを df 各括弧の中に指定してあげると、このデータフレームの中の true になっている行だけが抽出できるんです。年齢が20歳以上の人のデータだけを抽出したいって思ったら、わざわざブールインデックスを何か変数に入れなくても、df 各括弧、df 各括弧年齢、山括弧イコール20。こんな風に書くのが一般的かなって思います。さらに複数条件をつけたい場合、AND 条件、つまり、〇〇かつ〇〇っていう条件を作りたいときは、AND を使って、OR 条件、〇〇または〇〇っていう条件を作りたかったら、バーティカルバーでプールインデックスを区切ります。つまり年齢が20歳以上で、かつ血液型が A じゃない人のデータを抽出したかったら、さっきのコードの中の各括弧の中に
丸括弧 DF 角括弧血液型エクスクラメーションマークイコール A。こんな感じで書きます。ちなみに、この丸括弧をちゃんと書かないと動かないので気をつけてください。同じように、年齢が25歳以上、または住所が埼玉県の人を抽出したかったら、DF 角括弧丸括弧の DF 年齢が25歳以上で、バーティカルバー DF 住所が埼玉県。こんな感じで書きます。どうでしょう？結構直感的に書けるかなって私は思いました。こちらも実際に動かして動きを確認してみましょう。さっき使ってたデータと同じデータフレームを使います。この中から血液型が O 型だけの人のデータを抽出したかったら、DF 角括弧 DF 角括弧血液型イコールイコール O。こんな感じでここの部分がブールインデックスになっています。これを実行してみると、確かに血液型が O 型だけの人が抽出できましたね。じゃあこの中からさらに絞り込んで、血液型が O 型で、かつ年齢が20歳以上の人に絞り込んでみましょう。今書いたこのコードに丸括弧をつけてあげて、丸括弧 DF 年齢が20歳以上。こんな感じの条件にしました。で、これも実際に実行してみると、この O 型の中の人からさらに年齢が20歳の人、つまり佐藤さんにフィルタリングすることができましたね。次にデータフレームから統計量を取得する方法を解説します。データフレームから各列の平均とか最大値とか最小値、合計を取得したかったら、平均が df.min、最大値が df.max、最小値が df.min、合計が df.sum。こんな感じで書けば、データフレームのすべての数値の列の平均、最大値、最小値、合計が取得できます。これらがどんなアウトプットになるのかは、この後の実演で確認しますね。これ以外にも、統計でよく使用される標準偏差とか分散、中央値、ワイド、鮮度、こういったものもあります。使い方は基本的に全て同じです。あとは、ある特定の一列のデータに絞って統計量を調べたかったら、df、各括弧、対象の列の名前、ドットミーン。こんな感じで、一度列を指定して列のシリーズにしてからミンやマックス、こういったメソッドを呼び出せば、その列だけの統計量を取得することができます。こちらも動かして確認してみます。さっきまで使っていたデータにレベルっていう列とポイントっていう列を追加しました。これらはすべて数値です。数値の列は今年齢とレベルとポイントになってます。この中で df min で引数に numeric only equal true をつけておきます。こうすると数値の列の平均だけが取得できます。これを実際に実行してみると、年齢の平均が28、レベルの平均が 6.75、ポイントの平均が3475。こんな感じでシリーズのデータで取得できます。どうでしょう？この3つの列の平均を一気に出力できてすごいなって思いませんでしたか？もちろん同じようにミーンじゃなくてマックスにしても、それぞれの最大値が取得できるし、サムにしてあげると、それぞれの合計が取得できます。最後にデータフレームの列単位で演算したり加工する方法について解説します。例えば、このデータフレームのデータで、ポイントとレベルを掛け算したデータを作りたいなって思ったら、df 角括弧ポイント、アスタリスク df 角括弧レベル。こんな感じで、一度シリーズを抽出して掛け算の演算子を使えば、各行のポイントとレベルをかけた値のシリーズが取得できます。もちろん普通の Python で使われている足し算や引き算、割り算などもいつもと同じように書けます。さらに、この結果、つまり各行のポイントとレベルをかけた値を別の列として新しくこのデータフレームに追加したいなって思ったら、df 角括弧新ポイントイコール df 角括弧ポイントアスタリスク df レベル。こんな感じで代入してあげると、新ポイントっていう新しい列が各行のポイント×レベルの計算結果で作成できます。シリーズ同士じゃなくても、df 角括弧新ポイントイコール df ポイントアスタリスク2。こんな感じでポイントを ×2 で計算することもできます。他にも文字列結合も可能で、
例えば、ユーザー名に3をつけたデータの列を作りたかったら、df カッコユーザー名継承をイコール df カッコユーザー名プラス3。こんな風に普通の文字列結合のように書くこともできます。こちらも最後に動作を確認してみましょう。さっき説明したみたいに df カッコレベルアスタリスク df ポイント。こんな風にシリーズ同士をアスタリスク掛け算の演算子で挟んであげると、各行のレベルとポイントの掛け算の結果がシリーズで取得できます。なので、この結果を新ポイントっていう新しい列として追加したかったら、df 新ポイントイコール df レベルアスタリスク df ポイント。こういう風に書いてあげると、このデータフレームに新しく列が追加されています。ディスプレイで表示させてみると、確かにレベルとポイントを掛け算した結果の新ポイントっていう列が追加されていますね。で、この動画の内容でのパンダスの使い方の説明は以上なんですが、なんかこのくらいのことだったら Excel でもできるじゃん。わざわざパンダスを使う意味があるのって思いませんでしたか？もちろんこの動画ではパンダスの基礎的な部分しか説明していないってこともあるんですが、Excel じゃなくてあえてパンダスを使うメリットっていうのは、データ量の上限と処理スピード、裁量性にあると私は思います。まずデータ量に関してですが、Excel ファイルって最大行数が約100万件って決まってるんですよね。でもアプリのログデータとか、科学系の実験結果データとか、100万件を超えるデータって結構普通にあったりするんですよね。なので大量のデータを扱うとき、Excel では限界があります。でも Python であれば、パソコンのメモリーに乗る範囲であれば、もっと大量のデータを扱うことができます。さらに処理スピードも Excel よりもはるかに速いです。データ量が少なかったら Excel でも良いかなって思うんですが、それなりにたくさんのデータ量があるときは Pandas を使った方が良いと思います。さらに Pandas で書いておけばいろんなファイルに対して同じ操作ができますよね。1月の出勤データの Excel ファイルと2月の出勤データの Excel ファイルとって感じで、いくつもの Excel ファイルにまたがってデータが入っていて、それに対して毎回全部同じ処理をして集計した結果を知りたいなって時、Excel だと何度も同じ作業を複数のファイルでしなくちゃいけないですよね。Excel にも VBA っていう言語でモジュールを使って他の Excel でも使うこともできるんですが、いちいち全てのファイルでそのモジュールをインポートしてってちょっとめんどくさいんですよね。それよりも Python の Pandas で書いておけば、ファイル名を指定する読み込みの部分のところだけを変えれば OK なので裁量性が高いですね。今回の動画の内容は以上になります。この次の動画ではデータフレーム同士を結合したり、もっと高度な集計、加工をする方法についても解説するので、ぜひ楽しみにしててください。動画の内容でよくわからないことがあれば、コメント欄に質問いただけたらできる限り回答したいと思います。Twitter もやってるのでよければフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。